みこし入道ホトトギス。みこし、みこし入道とも言われ、坊主の姿で突然現れ、見上げれば見上げるほど大きくなると言われる妖怪である。その伝承は多く、さまざまな書物にその姿が描かれている。殿井草のみこし入道を見ることには次のように書かれている。ある侍が言った。私がまだ若い頃の話だ。犬を連れて狩りに出かけた夜、その日は獲物を取ることもできずに、もう帰ろうかと山頂で休んでいた。岩から滴る雫は物寂しく、笹を抜ける風がざわめいて、天の川が欲しいままに横たわり、スバルの星が霞んで見えていた。落ち葉が道を塞いで、蜘蛛の巣が張っている。この山は西から東へ峰が続き、私は北の方角を向いて立っていた。その時、前の谷から大きなものが立ち上がった。その輪郭はぼんやりとしていたが、次第に立ち上がったそれは化け物であった。よくよく見てみると、向こうの山の頂よりもさらに大きい。星の光に透かしてみれば、大きな坊主である。私は、さてはコリなどが化けると言われるみこし入道だな。射止めてやる。と弓を取り、猪目模様が透かしてある狩股の矢をつがえて、坊主の頭から目を離さずに睨みつけた。すると坊主の背がどんどんと高くなって、しまいには結った髪が襟につくほど見上げていた。私は、今だ、一矢報いてやる、と言って矢を引き絞ったが、あまりにも大きいので狙いが定まらず、矢を放てないでいると、その姿はふっと消えて見えなくなった。その瞬間、見えていた星の影もなくなり、前も後ろもわからないほどの暗闇が訪れた。何の害もなかったが、一寸先も見えずに身動きが取れなかった。帰ろうと思っても方向がわからないので、悔しいがどうすることもできない。そこで連れてきた犬を口笛で呼んで、犬の首輪と私の帯とを鉢巻きで結び、どこに向かっているのか、進んでいるのか戻っているのかもわからなかったが、犬に任せて進んでいると、一軒の家が見えてきた。私は安堵して一息ついた。すると、暗さも消えて、元の星月夜に戻っていた。見つけたその家は我が家であった。それからは、出かける時には友を誘って一人で出歩くことはなくなった。と侍は語った。ここではコリなどが化けた化け物とされ、侍が引き絞った矢には猪目模様が施してある。これはハートを逆さにした形の文様。イノシシの目に由来した魔除けの文様で、その効果があったのかなかったのか定かではないが、途端に暗闇に包まれるも、命ばかりは助かっている。古今百物語評判のみこし入道並びに泉谷助太郎のことには、次のように書かれている。一人の男が言った。
大宮四条坊門のあたりに住む泉谷助太郎という男が夜更けに外から帰ってきて慌ただしく戸を叩いた。家の者が驚いて戸を開けると、助太郎は家に入った途端に気を失って倒れてしまった。さまざまに気付け薬などを飲ませて介抱すると、ようやく息を吹き返して、助太郎が言うことには、私が帰っている途中、月も薄暗く、なんだか物寂しいなどと考えていると、そこの辻道で、後ろから三女、約12メートルもあろうかという坊主が覆いかぶさってきたのだ。私はあっと驚いて逃げ出したが、それはどんどんと私を追いかけてきて、門まで逃げてきたところで、化け物は姿を消した。それでこのありさまだ。と話すと皆は驚いて、危ないところであったな。それはみこし入道という化け物だろう。すぐそこのことだ。入道はまだそこいらにいるかもしれない。と震えながら言って、一度恐ろしやなどと話していると、先生が、それは昔から伝わる別名高坊主であろう。野原や墓場などには現れず、もっぱら四つ辻や軒下の石橋などから現れるという。これは怯えて歩く者が臆病風に吹かれて恐る恐る歩く夜道に現れる自分の影帽子である。なぜならこの化け物は前からも横からも現れず、後ろから見越すという四つ辻、門の出入り、あるいは日の光、月星の影が背を伸ばす。その自分の影帽子を見て、これはもしやと思い、気を失ってしまう。もともと影帽子であるから、形が定まらず、坊主頭に見えるのである。助太郎があったのもこの類であろう。中国の書物にも、日中自分の影を恐れて逃げるものがあると、出演老人も書いている。ここでは、みこし入道は別名、高坊主とも言われ、夜道を歩く臆病者が自分の影を見間違えたのだと説いている。和漢三歳図会では、みこし入道三頭、丈高く、髪なき者、俗に言うみこし入道、後ろより人の顔を見るという。思うにこれ、三頭の類か。中国の書物、述意記にはこう書いてある。南光に神あり、三頭という、形、人のごとく、丈二丈、約6メートル余り、色黒く、赤い目、黄色い髪、深山の木の中に巣を作る。その巣は鳥の卵のような形で、大きさ3尺、約1メートル余り、中は強く光り輝いていて、生まれつき清らかで汚れがない。羽毛の敷物を2枚重ね、上はオスの羽毛、下はメスの羽毛である。よく変化して形を隠し、それを見ることは稀である。ここでは、みこし入道とともに、中国の妖怪三頭が説明され、生まれつき清らかで汚れがないとされているが、
中国の妖怪三頭は巨人の悪神であるとされている。これは百回図鑑に描かれたみこし入道である。説明は記されていないが、上下を見据えた目でお不動様の世の中すべてを見据える目、天地眼に似ているが、左右の目の上下の向きが逆であり、その目のうつろなさまや、何かを吐き出すのを抑えるようにつむんだ口、青白い肌は、お不動様とは逆に描かれて、死体をも連想させる不気味な姿である。演歌祈願の大入道では、次のような話がある。去る聖徳の時代、三河の国吉田町の商人、善右衛門が馬を借りて名古屋の伝馬町へ行く途中、つむじ風に遭い、乗っていた馬が足を痛めてしまった。善右衛門も気分が悪くなり、うずくまっていると、小さな松のところから、身の丈一丈三四尺、約4メートルほどもあろうかという仁王のごとき大入道が現れた。目を鏡のように光らせて善右衛門に近づいてくる。善右衛門が恐ろしさのあまり突っ伏していると、その化け物は通り過ぎていった。善右衛門が正気を取り戻して立ち上がると、馬もいなないて立ち上がったので先を急いだ。ようやく夜も明けてきて、一軒の民家に立ち寄り、そこの亭主に、この辺りは天狗や怪異があるのかと尋ねると、この辺りは山の中だが、天狗や怪異というものは聞いたことがないと答えた。善右衛門が昨晩の話をすると、亭主は、なんと不思議な。それは天狗ではなく、昔から言われるみこし入道というものではないか。と言って笑った。善右衛門はそのまま足を進め、名古屋にたどり着いたが、食欲が湧かず、高熱、頭痛に襲われ、医者に診てもらい様々に薬などを用いてみたが、どれも効果がなかった。そして翌日には馬を返し、籠を雇って吉田まで帰っていった。しかししまいには、それから13日目に死んでしまったのだという。この化け物は疫病の神であろう。ここでは天狗を疑い、みこし入道ではないかと笑われているが、最終的には命までも取られてしまう疫病神とされている。そしてガズ百鬼夜行に描かれたみこしである。木の影からぬーっと現れ、毛の生えた体に坊主頭、襲いかかるように手をゆらりと前に垂らし、目を大きく見開き、瞳は白く描かれて何かを睨みつけているようだ。注目したいのは木にかけられたこのわらじである。これは疫病や悪霊が村の中に入ってこないように、村の教会などにかけられる薬人よけのまじない、防ぎの大わらじだと考えられる。やはりここでも疫病神として描かれているのではないだろうか。化け物着頭帳には面白い話が添えられている。化け物の親玉、みこし入道現れ、手下の化け物を呼び出した。
入道の孫、大頭小僧、雨がしとしとと降る夜、豆腐屋を脅かして一丁せしめてくる。とある。ここでは化け物どもの親玉として描かれ、孫とされる大頭小僧は明らかに豆腐小僧であるが、その名の通り頭が大きく、裸足でかける足の指は2本しかなく、化け物のごとき爪がのぞいている。さまざまな書物に描かれたみこし入道であるが、民間伝承のバリエーションも多く、見上げたままでいたり、見上げて後ろに倒れてしまったり、入道に飛び越されると死んでしまうと言われ、喉を締め上げられ、喉笛に噛みつかれたりするという。何も言わずに通り過ぎようとするだけでも、竹が倒れてきて死んでしまうという話もあり、かなり凶暴な妖怪である。また、足から頭へと見上げると食い殺されてしまうが、逆に頭から足にかけて見下ろせば助かるといった話もあり、みこし入道攻略の方法も少なくない。見越した、いや見抜いたと唱えたり、度胸を据えてタバコを吸っていたら消えた。差し金で入道の高さを測ろうとしたら消えた、などの話もある。逆にみこし入道を召喚するまじないもある。大晦日の夜、川屋でみこし入道ホトトギスと唱えると、必ずみこし入道が現れるのだという。しかし逆にみこし入道に会わなくて済むといった話もあり、現れるのか会わないで済むのか定かではない。この話は川屋に現れる妖怪頑張り入道にも同様の話があるが、疫病神を迎え入れたくなければ、大晦日の夜、川屋でこの呪文を唱えては